はい、というわけで本日の動画なんですけれども、日清工具さんご提供によります高高度レンズ工具のレビューやっていきたいなと思います。日清工具でございますと、最近は NS ツールっていうブランドネームの方が通りがいいのかな。ラインナップの種類多さから見ると小径工具で有名なメーカーさんということで、微細加工であったりとか金型加工においてですね、その存在感を放っているメーカーさんなんですが、今回は高高度加工用のレンズ工具ということで、私高高度加工あんま詳しくないということで、私が金型加工を語る坊や黙っときなさいってなっちゃいますよね。その筋の方には私アドバイスできませんので、高高度系のジグ製作やってみたいなと思います。最近ね、本当にね、高高度加工がね、非常に簡単になってきた。高高度加工実は非常に簡単になりつつあるということで、一般的な部品加工を行っている私のような業態でも、高高度加工を仕事にね、業務にね、取り込めますよというところを提案していきたいなと思います。やっぱね、焼きが入っている鉄、安心感があるというわけでね、やっていきましょう。MLFH330、はい、こちらの方をまず解説しておきたいなと。レンズ工具ってなんやねんっていうね、方もいらっしゃるかなと思いますので、解説していきましょう。一見ボールエンドミルのように見えて、こちらの先端 R が随分扁平な形状をしておりますと、ファイ6、R8 となっております。ファイ6のボールエンドミルといえば R3 になるかと思うんですが、倍以上 R8 となっております。R8 のボールエンドミルといえばファイ16となっております。はい、こちらのようなシャンク系になってきます。これぐらいの本来サイズ感が必要なR8 という R 形状を先端に持った小径の工具となっております。はい、SCM440 を焼き入れしておきました。口金系ジグとでも言いましょうか。はい、ワークに食い込みをギザギザに事前にしておいたものを焼き入れしておりまして、ここのね、スイングの部分も焼きが入ってた方がやっぱ気持ちいいよねっていうことで、かじったりしないだろうねっていうことで、焼きを入れております。はい。そしてここもきっちり焼きが入っておりますので、ワークに食い込みますよねみたいな。こういう形状をね、削り出すということは加工屋さんならたやすいかなと思うんですけれども、この後に焼き入れをして精度がいる部分を仕上げていこうってなった時に、焼き入れ剤かとちょっと二の足を踏んでしまう状況。もう新しい工具使えばこんなもん別に全然加工できますよというところをやっていきたいなと思います。バレルとかレンズ工具とかカスプハイトの高さを大きなピッチで加工しても、小さい R と大きい R で同じピッチで加工した時に、仕上がり面のカスプハイトの高さが大きい R の方が小さくて非常にこう平坦に近づけやすいと。小さい方はガタガタしやすいと。同じピッチで比較した場合の相対的な評価ね。バレル、レンズといった工具を使うことによって仕上げを早く綺麗に行えるっていうところで、もう一昔前から普及し始めた工具で、今回レビューいたします工具もそれが可能となっているわけなんですが、粗加工にも自信がありますよと、むしろ粗加工がめっちゃ自信ありますよというふうに伺っておりますので、粗加工、そして仕上げ加工ね、両方試していきたいなと思います。オイルミスト推奨ということで、あそこにオイル入っております。ノズルでなんちゃってエアミスト突出しながら加工していきたいなと思います。なんちゃってオイルミストをオンしまして、0.5 ミリぐらい取り代があって仕上げていくという感じですね。さあ行きましょう。早いな。はい。条件、なんかこうパッてなってるからオイルミストも一応効いてるんでしょう。0.2 ぐらい切り込んだかな、確か。焼き入れで歪んでいる可能性もありますよねっていうことで、カタログスペックでは 0.3 切り込みなんですが、上面、とりあえず一発引く分には 0.2 でやってみようかなというところでございますと、喋ってる間に、もう1面目が終わりそうといった感じですね。
粗加工は2回に分けて一応切り込んでいこうというところでございます。音はなんか普通っすね。はい、ここで 0.3 切り込みになりましたよというところで、変化ないですね。こんだけ加工してても。もっとダメになっていくのかなと思いましたけど、どんどん。はい。ATC、これ、ATC うまくいくんだろうか。ああ、問題ないか。ああ、水。ちょっと一旦止めまして。粗加工で使った工具と、今から仕上げ加工で使う工具の型番は一緒なんですけれども、粗と仕上げでね、ツール自体は分けておりますと。はい。仕上げ加工に入りましたと。で、この加工がね、カタログスペック通り行こうということで、まあ、おおよそ1時間かかるということで、まあ、筋彫りっていうんですか、こういうの。うん。まあ、しばし、待ちたいなと思います。だいたい1時間ぐらいかな。はい、加工が終わりました。ご覧のように、非常に綺麗に仕上がっているっぽい感じですね。加工してて思ったのは、オイルミストと言いながらも、ちょっとオイルの量が多かったかなとは思いますが、ここら辺ちょっと調整していきたいなと思います。はい、では、ちょっと拭き取って見てみましょうか。なんや。めちゃくちゃ綺麗だな。すごっ。わ。はい、非常にね、綺麗に仕上がりました。非常に平らというか、MLFH330 のカタログなんですけれども、このカタログの切削条件を見ながらね、私加工いたしましたということで、ピックフィード100分の 8mm で、仕上げ加工を行っておりますと、カスプハイトが 0.1 マイクロメーター想定と、この口金のね、平面にしては 0.1 マイクロメーターというのはちょっと細かすぎるっちゃ細かすぎるので、まあ、ここをちょっと落とすことによって時短をしてもいいっちゃいいですよね。はい。6パイ R3 のボールエンドミルで、同じものをやると、同じ要求値、カスプハイトを 0.1 マイクロメーターでやろうとすると、ちょっと今パッとは計算できないけど、これぐらいのね、感じになるんですが、R8 なんで、今回ね、1時間以下で終わっているという感じです。ではね、これ何枚もあるんで、ちょっと条件変えてみつつ、いろいろ試してみたいなと思います。はい、というわけでね、こちら、それなりの量をね、加工いたしました。1枚目だけね、カタログで設定された条件で、加工しまして、まあ、相当平らというか、ツルツルしているということで、まあ、ジグベースで考えるとここまでいらないかなということで、条件を上げました。ピッチを 0.16 倍にしまして、まあ、F2100 だったところを F3000 にしたと。で、回転数はそのまま。はい。で、55分かかっていたものを20分程度の加工時間で加工したものを1、2、3、4、5、6、7、8枚加工しましたが、コンディション非常に良好な状態で、粗取り工具1本、仕上げ工具1本で加工ができました。ご覧のような仕上がり感という感じですね。軽く二次面というかね、なんか出てるっていうのがね、わかるかな、映像で。これ最後に加工したワークとなっております。非常にコンディションよく加工できました。1面、2面、3面、4面加工いたしましたと。こちら、サイドは、まあいいかなということで、そのままにさせていただきました。粗加工にしろね、仕上げ加工にしろね、HRC で40以上、50以下ぐらいのコードになっているというふうに思っているんですが、結構ハマチよくないですかね。うん。それぞれ、粗も仕上げも1本ずつしかこちら使っておりませんので、なかなか良かったかなと思います。
普通の生材を加工した時の切子よりも手にめちゃくちゃ刺さってですね、チクチクするということで手袋をしました。はい。はい。まあ言うたらスライド面というか手動面というかの部分ですね。今使用しておりますエンドミルは MHD SH、MHD-SH645 ファイ6、波長 12mm の無限プレミアムプラスとなっておりますと。はい。NS ツールさんね、今回のレンズ工具に限らず、高高度系の工具非常に充実しているということで、こちらのソリッドエンドミルも使用しておりますという感じですね。普通のね、生材の鉄を加工しているかのような切削条件で加工しておりますが、6枚刃仕様のエンドミルとなっておりまして、高高度高用エンドミルといえば、芯圧がゴム太のポケット小さめの合成重視な感じのエンドミル、もうお手本のようなエンドミルとなっております。はい。当然ね、レンズ工具では加工できない箇所というのもございますということで、ご覧のような加工は、適材適所で使っていくという感じでございますね。今ね MLFH330 で平面部分の荒取りをやっているんですけれども、ここねスクエアエンドミルで普通に荒加工をしていたんですが、めちゃくちゃ時間かかったんですよ。めちゃくちゃ時間かかったから、こちら MLFH330 で荒取りをしておりますよという感じです。もう平面部分とか平面に近い角度の領域の部分は MLFH でバリバリ荒取りした方が早いですね。CAM のツール設定ポイントなんですが、 NS ツールさんの工具カタログ非常によくまとまっているのでぜひ見ていただきたいんですけれども、こういう立ち壁のあるポケットとかの加工の際にはですね、ラジアス工具設定でなおかつ近似 R で設定していただくことによって、比較的近い荒取り形状になるんですけれども、工具形状と実際の CAM の形状が違いますので、多少削り残しが出る点に関して注意いただきたいなと思います。高送りカッターと一緒ですね。はい、というわけでね、次こちらの部品、ご覧のようにね、黒革、全部焼きが入って黒革状態なんですけれども、この表面、そして裏面は同じように平面加工しておきました。でこちらの曲面部分、粗加工仕上げ加工をやっていきたいなと思います。ようやく 3D 加工をやっていきますよというところで、こちらのような先ほど見ていただいたような形状を加工していくということになっておりますが、Fusion 360ではレンズ工具の登録は可能なんだけれども、そのレンズ工具登録した後にですね、使えるコマンドが5軸によるコマンドしか使えないということで、ここら辺工夫しながら3軸加工のパスを出していく必要がありますよというところで、オープンな 3D 形状、立ち壁がない形状に関してはボールエンドミルとして登録することで加工が可能になります。粗加工、仕上げ加工ともに。ただ0.3 ミリとかの取り代の範囲内、あるいは角度、ツールにね設定された最大角度みたいなものを認知しにくい状況となっておりますので、ここら辺の CAM のシミュレーションを細かく確認しつつやる必要がありますよというところで、とりあえず加工していきましょう。粗取りでございます。はい、粗取り早いよね。早い。なんていうか高高度加工をしておきながらも、この粗取りの速さ非常に素晴らしいなと。なんていうかあれですよね。速度感、回転数とか速度感で言うと、普通の生鉄を加工しているような感じに加工が可能なんですけれども、で実際トルクもそんなにかかってないんですけれども、加工音は大きめですよね。普通の生鉄よりかは。はい、そして工具交換を行いましてからの、先ほどまでの平面加工は R8 の 6π のものを使っていたんですが、今回 R6 になっております。R6 の方が角度の制約が R8 よりも広いということで、3D 加工するときは R6 の方がより使い勝手はいいかなと思います。仕上げていきましょう。音がね、大きい。
切り込み量の割に。なんでまあ硬いんだろうなというのはよくわかるかなというところですね。でまあ今回の仕上げ加工と粗加工で、まあちょっと思ったのは、ホルダーの長さが違かったことによって、このノズルの角度が微妙にこうフィットしてたりしてなかったりっていうのが出やすいので、まあ工具の全長はホルダー込み込み全長を揃えていた方がいいんじゃないかな。うん。高高度加工はブワーっとね、水かけながらやるわけではないので、まあ、今回使ってみましたところ、高高度ってそんなにね、怖がるもんではないのかなっていうふうに、なんか随分自分の中でハードルが下がる機会をいただいたなというところでございます。ただ、高高度加工においてですね、ちょっとハードルが上がる点を私が実際に加工してみて思ったところといたしましては、キリコがめちゃくちゃ刺さります。仕上げ、特に仕上げで出てきたような細い細かいキリコ。もうね、めちゃくちゃ刺さる。ちょっと硬いんだろうね、やっぱり。はい。まあ、それ以外は、加工自体は、スピーディは BT30 の機械ですけれども、対して機械も選びませんし、まあ、強いて言うならば、このミストエアミストの準備がちょっとだるいかもしれない。オプションが入ってないと。はい。終わりました。ATC しましての、はい。では、ボールエンドミルで、フィレット部分とか面取り部分を仕上げていきたいなと思います。まあ、こういったボールエンドミルでの仕上げ加工が必要になるような形状も、まあ、当然出てくると、使い分けということでございます。まあ、こういった加工において必要な工具、大体 NF ツールさんラインナップございますので、ご心配なさらずですね、選択いただければなと思います。はい、というわけでね、まあ、こちらの焼き入れしたブランクから面作を行いまして、こちらは R8 でね、面作を行いまして、MLFH330 いわゆるレンズ工具で形状加工、ボールエンドミルで面取り、そしてフィレット、はい、加工いたしました。高高度加工初心者の私でも工具選定、切削条件をカタログをしっかり見てやれば、この程度お茶の子さいさいでございますと、生鉄だとね、アルミに負けて割とへこんじゃうんですよね。まあもちろんアルミもへこむんだが、こちらの口金側もへこんでしまうというところで、焼き入れをしているということと、まあこちらのある意味修道面ともなる面がかじりやすい、傷もすぐつく、すぐ使えなくなるということで、焼きが入ってるといないとでは、まあ圧倒的にジグとしての使い勝手が違いますよとなっております。はい。硬いやつを削ったところのこのツルツル感、非常に気持ちいいですね。これがこう入りますと、ワークに合わせて角度が習う構造となっております。というわけで、作った口金を使ってみたいと思います。はい、こちら、これ加工はしないんですけど、今回ね。マシニングで粗取りを行いました後に、熱処理を行ったワークとなっておりまして、熱処理をすることによってね、まあ、こう歪んだりとか、まあ、あるいはこう歪んだりとか、することが多いワークとなっております。応力歪み除去のための熱処理となっておりますので、まあ、硬くはないんですけれども、反ってるワークとなっております。後ろからね、光をつけてみますと、中心がね、どうでしょうかね、中心の方が光の透け加減多いの分かりますかね。まあ、締め込んでいきますと、この中心の後ろから照らしてた光が消えたと思うんですけれども、まあ、こうへこんでいたものをしっかり締め込むことによってちょっと形状をね変えてしまっている状態となっております。で、ここからこの基準面を引くと、掴んでいるうちは平面出ているかもしれないですけど、基準面を引いた後にこれをアンクランプすると当然ね形状は元に戻りますので、はい、ついてきましたので、ここね光ってると思いますけど、一旦平面が出た面もアンクランプでまた歪んでしまうということで、口金を変更していきたいと思います。はい、というわけでね、口金の方を入れ替えまして、パラレル等も固定しておきましたということで、まあ、こちらセッティングしていきたいなと思います。はい、ストッパーの方に当てまして、こういうね、まあ、手作り感あふれるこういう感じ、自動でねできるわけではないので、こういうことになるわけなんですけれども、まあ、ここら辺はきっちりやっていくと
でこっちを基準にここを動かしつつやったらいけるんちゃうかな。はい、しましてからの、はい、これセッティング。これで締めていけると。今使ってみて思ったのは、ここの座り、ここの座りを決めてからこっちの座りも決めつつ締めていくっていうのが多少テクニックがいるかもしれん。しっかり締め込むことで捕まえることには変わりないでしょう。歪みなく。HRC40 から50くらいに入っているコードの鉄を加工してみました。正直そのくらいのコードだったら普段の生鉄の加工に比べたら音は大きいけど不安感はなく加工が可能でしたと。私が作った口金が果たして、素晴らしいものだったのかどうかっていうのはそこは議論の余地がねあるかなと思うんですけれども、ジグにおいてね焼き入れ剤が加工できるっていうことは非常に有用なところかなと思います。では MLFH330 加減の方の加工をやってみましたというところで、こちらハイスエンドミル用意いたしました。こちらのハイスエンドミルを加工していきたいなと思います。HRC でいうとハイスのエンドミルって言ったら大体65以下くらいの硬い鉄の代表選手としてこちらも加工できるというカタログになっておりますので加工していきたいなと思います。ちなみにエンドミルは SCM を加工したやつをそのまま使ってみようかなと思います。散々 SCM 焼き入れを加工していたエンドミルで、加工始まりました。エンドミルという形状の都合でですね、空振りが結構多いとは思いますが、そのうち当たると思いますので。当たった。だいたいこういう刃物を削るっていうとですね、刃の部分を削らないと硬くねえだろうみたいなね、よく言われるんでね、割となんか無難な音というか、そんなやばい音はしないという感じですかね。こんなもんなんやという感じで、かつ送りも早いですよね。普通に加工できます。普通に荒取りできます。何にせよですね、私が思っていた高硬度材の加工とは比較にならないほど荒取り能率が高くてですね、高硬度材だからっつって構える必要がない状況のようですね。これは、そんな感じのようですね。このコーナーの部分ね、一番外側の部分、立ち壁横のところ、切削距離というかエンドミルのこの円弧の部分にバッチリ当たっているところとかも全く問題なく、ビビることなく加工できているんで、ポケット加工であったりとかオープンポケットのような加工でも、おそらく不安なくこの調子なら加工できるんだろうなという感じですね。OK。もっとわーやばいみたいなねやつやりたいんですけど、粛々と配数、HRC65 以下60以上とかそこら辺のレンジの加工が普通に何の心のこの揺らぎもなく加工できる、そういうエンドミル加工したねワーク見てみたいと思います。ご覧のようにエンドミルの半径中心部分まで削り込みました。こんな感じとなっております。立ち壁部分もやばいことになったりしたりするのかなと思ったんですけど、側刃もそれなりに機能していて特に問題なく壁横も加工できるといった感じでしょうか。あまりにも普通に加工できてですね、拍子抜けというかちょっと物足りないなというところで、シャンク部分をご覧のようにがっつりポケット加工してみようかなということで加工してみました。ちょっとヘリカル穴開け風にね傾斜で切り込んで、そのまま深く切り込んでいって加工していくっていう感じですね。こういった感じのねサイドのスペースがないところを掘り込んで加工していくというような加工もね全然余裕ですよと。ミストがね重要ですね。エアーで切り子飛ばしてないとやっぱ詰まって多分折れやすいと思いますので、そこら辺は注意点かなと思います。7分。
NS ツールの MLFH330 レンズ工具の荒取り能力と仕上げ能力をご覧いただきました。HRC40 から50程度のジグ部材を想定したコードのワークと、鉄系材料としては一番硬いであろうハイスのような高コードワークまで加工可能なねスペックに収めましたMLFH330 となっておりました。ついでにねスクエアエンドミリであったりボールエンドミリであったりっていうのも NS ツールさんのラインナップから出させていただきましたが、高コード加工もうイージーな時代になっておりますよとなっております。はい、私もそんなに本当にそんなに偉そうに言えるほどの経験値がないんですけれどもね、ほとんどもうレビューでちょっと削ったぐらいしかないんですけれども、もうちょっとこう普段使いに使い込んでいってもいいのかなっていうふうに思えるぐらい、拍子抜けするほど普通に手早く加工が可能でした。特にね、意外や意外 MLFH330 は粗加工にも非常に優位性の高い工具というところで、ちょっと意外、レンズ工具イコール仕上げ用でしょっていうところなんですが、 MLFH330 荒取りガンガンいきますよというところのエンドミルとなっておりました。ぜひね、金型屋さんに関しましては私にどやこや言われるまでもなく、もうリサーチに入っている工具かと思いますが、部品加工をやっている皆様におかれましてもですね、高コード工具なんて俺は使わないよ、そんな仕事ないよと思っているかもしれませんが、普段作っているジグにちょっと硬いものもラインナップ増やせますよというところは結構大きいポイントなんじゃないかなと思っております。はい、やっぱりね、焼きが入ってる鉄と焼きが入ってない鉄では、焼きが入ってない鉄はやっぱグリップぬるいよね。ぬるい。一番私がこの加工において注意点としたいところは、焼きでこの仕上げで出た切り子めちゃくちゃ刺さる。もうチクチクが止まらない。はい、ここ一番注意してほしいです。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。